あなたは気づかないうちに殺人事件の加害者になっているかもしれません。1996年5月25日、東京北千住駅。その構内を歩く当時60歳の男性、小林邦三郎さんは目の前の光景に衝撃を受けました。ねえ、この前のテレビ見た？あの人、頬に傷あったよね。すれ違う主婦の会話。まさかあの男なのか。国三郎さんは疑惑を確信に変えます。そして始めたのは目の前を歩く男の尾行。男に続いてパチンコ店に入り、そして店を出て駅の改札を抜け、電車に乗り込みます。国三郎さんは絶対に男を逃がさないという決死の覚悟を固めていました。なぜならその男は、息子を殺した犯人だから。平成を代表する未解決事件、池袋大学生殺人事件。警察は一体なぜこの事件を解決できなかったのか。そこには日本という国家を象徴する深い闇があったんです。おっそす、Node.js が書けるウェブエンジニア募集中、ケンちゃんです。ホワイトデー、あの人はお返しくれるかしら。どうも、やみやみ。本日はね、未解決事件である池袋大学生殺人事件についてなんです。この事件がね、未解決である理由はね、僕なりにはね、明確に1個あるんです。それは動画の最後にね、説明しますが。まあね、メトラの皆さんも一体誰が本当に悪いのか予想しながら見てください。ということで、まずはどんな事件だったのか、その不憫すぎる物語から見ていきましょう。池袋の悲劇。1996年4月11日の午後11時30分、池袋駅。そのホームを歩く一人の男性がいました。彼の名前は小林悟さん。当時21歳の立教大生で就職セミナーに行った帰りでした。おい待てやてめえ。そんな悟さんにサラリーマン風の男性が突っかかってきます。そこから二人は口論に。そして男の平手打ちが悟さんに命中。その衝撃で勢いよく後ろに倒れてしまいます。ただぶたれただけなら、ただ倒れただけなら不運の怪我で終わっていたことでしょう。ところが悟さんがぶつかったのはなんと点字ブロックの突起だったんです。しかも後ろ向きに倒れたため強い衝撃は急所の後頭部を襲いました。悟さんはすぐに救急車で病院に運ばれます。そしてその5日後、悟さんは命を落とすんです。よく見る光景ではありそうやね。不運が重なって結果として命を落としてしまったんです。犯人は悟さんを襲った後、そのまま逃げるように電車に乗りました。クソ野郎だな。そして日暮里駅まで向かったんですが、目撃情報はそこで途絶えてしまうんです。日暮里で降りたのか、はたまたその先まで行ったのか、それすら謎に包まれたままですが、目撃情報は他にもあるんです。事件が起きたのは池袋駅のホーム。しかも終電間際の時間だったため、現場には100人以上の人が居合わせたんです。そこで目撃者の証言をすり合わせ、詳細な似顔絵を作成。すげえな。特にポイントとなったのは右目尻にある3カ所の古傷。この情報をもとに警察は決死の捜査を始めます。防犯カメラだったら一発なんじゃないの？この時代まだね、防犯カメラがね、そこまでね、導入されてなくてですね、電車に防犯カメラが導入されたのって2007年からです。はいはいはい。ですがですよ、似顔絵がね、手に入ったんで、はいはい、これがね、大きなヒントになるんです。犯人と警察、その攻防戦は一体どうなるんでしょうか。突然の開口。亡くなった悟さんのお父さん、国三郎さんは警察に甚大な協力を行います。何の罪もない息子の命を奪った犯人は許せない。国三郎さんは執念を燃やしていたんです。ここで確認しておきたいのが、事件時悟さんに落ち度はなかったのかという部分。彼は当日就職セミナーに行き、そのまま友達と飲みに行きました。お酒が入り酔っ払ったんです。しかし二次会に行ったカラオケではお酒は飲まず、帰る際にはほぼ酔いが冷めていたというんです。また普段から少し内気なところがあり、人見知り。そんな悟さんが見ず知らずの人間とトラブルを起こすとは到底考えられないんです。よくいるじゃない、お酒で酔っ払っちゃって暴れ回ってる人とかね、そういう人に絡まれたってことよね、きっとね。このような事情もあり、父国三郎さんは自らも犯人究明に乗り出します。そして事件解決を呼びかけるポスターを制作するんですが、その数なんと20万枚。さらに事件の有益な情報には懸賞金を設定するんです。その額は当初200万円だったんですが、年月の経過によって増額し、最終的には1000万円になったんです。すっごい執念だよ、これ。いや本当にまあね、国三郎さんはね、絶対に事件を解決するんだっていうね、モチベーションのね、元にものすごい執念で動いてたんですよ。そんな中、事件発生から1ヶ月後の1996年5月、衝撃的な展開が国三郎さんを襲います。それは北千住駅を歩いている時のこと。目の前をある男が横切りました。その人物の顔をはっきりとは見れなかったんですが、国三郎さんの直感が告げます。似顔絵の男だと。
すると、ねえ、この間テレビ見た？あの人、頬に傷あったよね。すれ違った主婦もこのような会話を。犯人に違いない。国三郎さんはそう確信し、尾行を始めます。常磐線の改札を通り、電車に向かって縦に歩く二人。すると、バカ野郎！男が突然叫んだんです。どうやら誰かと電話しており、相手を怒鳴りつけているというんです。いや、怖えよ、こいつ。そして、電車に乗ってからは、ひたすら窓の方を向いていました。まるで、顔をあまり見られたくないかのように。電話してる時の内容とか態度からね、明らかにトラブルメーカーであることだけはね、確定で言えますよ。男は柏駅で電車を降りました。実は柏は事件後に犯人を見たという目撃証言があった場所なんです。国三郎さんの緊張もがぜん高まります。すると男は改札を出て売店でビールを購入。そしてすぐさま飲み干し、再び改札を通って電車へ。目的地着いてから飲めばええやんと思うんですけど、途中の駅で降りてビール買って飲んでまた電車戻るってもう完全に男は我孫子方面のホームに向かって歩いていきました。とその時、電車が到着し、大勢の人が降りていきます。その群衆の波に飲まれ、男は行方をくらましたんです。あとちょっとだったじゃん。ですがね、この尾行によってね、ちょっとしたね、新事実も出てくるんです。国三郎さんは犯人が柏と我孫子の間に住んでいると推理しました。その理由は定期券を使っていたから。ですが、なぜ定期券の利用者だと分かったのでしょうか。現在は多くの人が Suica など交通系 IC カードを利用しています。そのため、遠目に見ただけでは定期券で改札を通過したのか、事前に入金したお金を使ったのか判断がつきません。ですが、当時は切符の時代。そして切符と定期券はそのデザインや改札の通り方が異なるため、はた目に見ても判断がつくんです。防犯カメラがない時点では時代に困らされたけど、時代に助けられる面もあるのこれね。そこで国三郎さんは会社に休みを申請。柏駅から我孫子駅までの間を張り込みます。そして張り込むこと1週間。犯人は二度と姿を現しませんでした。ですが希望はまだ残されていました。国三郎さんは警察に通報しており、駅構内の監視カメラの映像が記録されたテープをゲットします。実はこの1996年は電車内にまだ監視カメラはなかったんですが、前年に地下鉄サリン事件が発生していた影響で、駅構内にはカメラが設置されていたんです。ようやく犯人を映像に残すことができた。緊張と興奮が入り混じりながらテープを再生します。するとそこに映っていたのは尾行した翌日の映像だったんです。なんでやねん。取り寄せるタイミングが一歩遅れ、テープにはすでにこの翌日の映像が重ね撮りされてしまっていたんです。そこから捜査の進展はストップ。有益な情報も集まらず、時間だけが経過していきます。そして時は過ぎ2002年、この事件はとうとう書類送検に。それはつまり事実上の降参でした。もちろんね、有益な情報が集まれば犯人をね、逮捕するために人手をね、集めるんですけど、基本的に捜査に人手を割かないことに決めたんです。一体なぜ警察は解決を諦めたのか。この年は事件から6年が経過していました。それはつまり翌年にある措置が取られることを意味していたんです。その措置とは時効。早くないこれ？だって7年でしょ？時効なの？今回はね、当事者たちがね、到底納得し得ないね、犯人のみが得をするね、からくりがあったんですよ。国三郎さんの思い。一体なぜ犯人は7年で時効なのか。そのポイントは悟さんの死因。彼が亡くなったのは後頭部を点字ブロックで打撲したため。つまり犯人による平手打ちはあくまで亡くなるきっかけを作っただけの間接的要因であり、犯人が殺害したわけではないという見方が取られたんです。そのため犯人は殺人罪ではなく傷害致死罪となりました。そしてその罪では7年で時効が成立してしまうんです。しかしそれを国三郎さんが許すわけはありません。署名を集め法務省に時効の延長を求める嘆願書を提出するんです。ですが往々にしてこういった公の重要書類は審議に時間がかかります。あっという間に時は過ぎ、2003年7月に時効1ヶ月前に。そして犯人の罪は傷害致死罪から殺人罪に変更。時効が15年に伸びたんです。よかったじゃん。いやもうこの結果はね、完全に国三郎さんがね、もう執念の末にね、掴み取った成果なんですよね。嘆願書とともに提出した署名。それは国三郎さんが汗をかいて走り回った努力の結晶なんです。最終的に集まった数はなんと3万5,000人分。こうして再び捜査が始まりました。しかしやはり手がかりは見つからず、あっという間に2010年に。時効が15年となったこの事件は発生から14年が経過していました。するとここで予想外の展開が。なんと法が改正され、殺人罪の時効自体が撤廃されるんです。こうしてこの池袋大学生殺人事件は無期限で捜査が行われることになりました。国三郎さんにとっては願ってもない幸運。
しかしその表情はなぜか明るいとは言えませんでした。そして迎えた2012年、国三郎さんは警察庁を訪れます。それは警察にあるお願いをするため、国三郎さんは警察に頼み込みます。捜査を打ち切ってくれ。あんな事件解決に向けて頑張ってたのにさ、諦めちゃったのどういうことこれ？なんでそんなことをしたのか、そのポイントはね、2012年に遡るんです。殺人罪の時効撤廃は今回の事件の他にも以前紹介した世田谷一家殺害事件などに大きな影響を与えました。この法改正は被害者遺族の希望になったんです。ところが国三郎さんにとってはこの変更は受け入れがたいものでした。それはまた彼が所属する犯罪被害者家族の会、通称ポエナの理念でもあったんです。彼らが指摘しているのは、今回の池袋殺人事件に時効の撤廃を適用するのは近代の刑法の原則となる法の不訴求に反しているのではということなんです。この法の不訴求という概念はなかなか難しいんですが、要は新しく定めた法令をすでに終わった事柄に遡って適用してはいけないという考え方なんです。例えばたった今タバコを吸うことを禁止する法律を制定したとして、過去に遡ってタバコを吸っていた人を全員逮捕するとしたら、この先またどんな法律ができて自分も同じ目にあるのか分かったもんじゃないですよね。その当時あることをしていた人たちって自分は犯罪じゃないって分かった上でやってるのに、いきなり犯罪として扱われて犯人にさせられた。意味わかんないよね。だからこそ法の不訴求っていう概念は超大事なんですよ。苦渋の決断だったと思います。自分が被害者遺族だからといって大事な刑法の原則をねじ曲げてはならない。正義感の強い国三郎さんはこのように考えたんです。また理由はもう一つありました。それはきっと彼が被害者の立場だから見出せた結論。警察の人員は有限であり、この事件の他にも解決を急いでいる事件が無数にある。そんな中、何年捜査しても進展しない事件にいつまでも大事な人では避けない。被害者の遺族だからこそ同じ立場の人の気持ちが分かり、このような決断に踏み切ったのでしょう。そして国三郎さんはまたこんな言葉も残しているんです。公共の場で多くの人が見ている中で犯人が捕まらないことが問題。120人以上が犯人を見ている。一番感じたのはみんなが帰ったことなんだ。この発言の真意とは一体。国三郎さんはですね、犯人ももちろん恨んではいるんですけど、犯人だけが加害者だとは考えていないんです。これこそが動画の冒頭でね、僕が言ったね、この事件の真犯人、原因っていうところでもあるんです。そしてこの事件のね、本当の闇は一体じゃあどこにあるのか見ていきたいと思います。本当の加害者。1996年4月11日午後11時30分、東京池袋駅。100人以上の人間がごった返している満員のホーム。悟さんは男と揉めていました。すると、やめろ！このトラブルを目撃していた人物 A さんが叫びます。悟さんは声に反応し、振り向こうとしました。そしてそのタイミングでちょうど男が平手打ちを発動し、綺麗に命中してしまうんです。しかし先ほど叫んだ声の主 A さんは悟さんの元に駆け寄ったりはせずにどこかへ行ってしまうんです。なんでやねん。その後、山手線のホームにはちょうど電車が。男は乗り込んで逃走を図ります。そして車内には事態を察してその男に注目した人物 B さんがいました。しかしその B さんは日暮里駅で電車を降ります。わざわざ男の行方を見守ったりはしません。そのため目撃情報はここで途絶えるんです。以後、犯人は行方不明に。一方、悟さんの周囲にはかなりの人だかりが。人数にして30人ほど。ですがその誰も救急車を呼びはしません。駅員が気がついてようやく通報した頃にはある程度の時間が経ってしまうんです。そして救急車が到着した時、残っていたのは高齢の女性ただ一人。国三郎さんは語ります。もっと早く救急車を呼んでいたら息子は助かっていた。初動捜査ではまず目撃証言を集めました。似顔絵をかけるぐらいの情報は集まったわけなんですが、ホームには100人以上の人間がいたにもかかわらず、捜査の協力者はなんと10人弱。トラブルを止めていれば、犯人の行き先を追っていれば、すぐに救急車を呼んでいれば、捜査に協力すれば、この事件が発生し、悟さんが亡くなり、そして今なお未解決なその理由、それは人々の無関心だったんです。未だに解決されないこの池袋大学生殺人事件。この事件はもしかすると現場に居合わせた誰かの力で防ぐことができた事件だったのかもしれません。周りに居合わせた人が何もしなかったからこそ今回の未解決事件につながってしまったんじゃないかってね、僕は思うんですよね。関わらんとこみたいな、そういう精神みたいなのってやっぱ日本人ってくくるの僕はあんま好きじゃないですけど、やっぱ多いんじゃないかな、特徴としてもしかしたらあるかもしれないね。そこはね、メトナの皆さんももし身の回りでね倒れてる人がいたらね、絶対に声をかけるようにして、こういったね悲しい悲劇を二度と生まないようにねしていきましょう。